ル紹介をしてからもう半年くらい経ちましたね。あの時紹介した3つのツール、実はもう2つ使っていなくて、ちょっと悲しいです。ということで今回は2026年上半期に私がよく使っている新しい AI ツールやモデルを紹介していこうと思います。最近は動画生成もかなり進化していて、以前よりアニメ表現や動きもかなり自然になってきました。気になる人はぜひ最後まで見ていってください。ここ数ヶ月いろいろ試したり使い続けたりしてきた結果、今回は動画生成モデルを2つだけ簡単に紹介しようと思います。私の普段の作風や使い方だと、今のところこの2つがあれば10分かなという感じですね。もちろん他にも気になるモデルはあるんですが、全部追いかけるのはなかなか大変で、ちなみに私が使っているプラットフォームについても後で紹介します。もしスポンサーになってくれる人がいたら、代わりに気になるサービスをテストしますよなんてね。まず最初に紹介するのは前回も紹介した Vidu です。 2D アニメ系も実写系も個人的には結構バランスが良いモデルだと思っています。画質も悪くないですし、動きも比較的安定しています。それに価格とのバランスを考えると Vidu は公式プラットフォームをそのまま使うのがおすすめですね。コスパはかなり良い方だと思います。そして次は今かなり話題になっている C ダンス2です。正直一言で説明するのはちょっと難しいんですが、なんだかんだで今一番使っているモデルかもしれません。キャラクターの一貫性だったりカメラワークだったり、私が作りたい映像の雰囲気には結構合っているんですよね。ただし同じ C ダンスでも提供しているプラットフォームによって安定性に差があります。使うクレジット量も違いますし、場合によってはかなり高くなることもあります。そのあたりは少し注意が必要ですね。もちろん他にもクリーン、ハピホース、ピクスバース、リオ、ワン、ハイリューなど有名なモデルはいろいろあります。ただ今のところ私はこれだと思える映像をまだ作れていなくて、もしかしたら私がまだ良いプロンプトを見つけられていないだけかもしれません。なので今回はあえて詳しく紹介しませんでした。もしおすすめの使い方やコツがあったらぜひコメントで教えてください。続いては私が実際に契約している動画生成関連のサービスを紹介します。 Vidu AI、Dreamina AI、CapCut、Chetart、Lit Video、トップミディアイ、そしておいです。こうして並べてみると思った以上にたくさん契約してました。もし一つのモデルをじっくり使いたいなら Vidu AI や Dreamina AI だけでも10分だと思います。CapCut は編集ソフトのイメージが強いですが AI 動画生成機能も搭載されています。他の編集ソフトにも似た機能はありますので今回は詳しく触れません。逆にいろいろなモデルを試してみたい人ならチェッタート、リットビデオ、トップミディアイ、おいのような複数モデルをまとめて使えるプラットフォームがおすすめです。というわけで以上が私の2026年上半期版 AI 動画生成モデルの感想と使用状況でした。皆さんが気になっているサービスや情報はありますか？よかったらコメントで教えてくださいね。それでは今回はこの辺で、またどこかでお会いしましょう。